コンわさビーム。日本語 V ティーチャーのわさびです。今週は知っておくと便利な言葉、今すぐ使える面白い言葉、ちょっと難しい動詞の活用を勉強します。準備はいいですか？そういや聞いた？どういうこと？これ、どちらも言うのカジュアルな言い方です。そういえば聞いた？どういうこと？と言うとよくわかりますよね。母音が並んでいるところは長く言ったり短く言ったりアレンジされることが多いです。会話で使う人が多いので絶対覚えておきたい表現です。あーにゃ、ぼっちになっちゃう。ぼっち、ひとりぼっち。これのショートカットバージョンです。そこに一人だけ。本当に誰もいないという意味でも使えるし、他に人がいても友達や知っている人がいないという意味でも使えます。まあどうせ眉唾でしょうけど、こういうのは験担ぎも大事よ。眉唾、眉に唾をつける、眉唾ものという言葉のショートカットバージョンです。これは本当かどうか信じることができないもの、怪しい事柄という意味です。つまり、騙されないように気をつけようというスローガンのようなものです。昔の人は眉に唾をつけると、狐や狸に騙されないと信じていたそうです。面白い迷信ですよね。この文化は今はもう残っていませんが、言葉は今も残っています。本当かどうかわからないけど、と言いたいときに、眉唾を使ってみましょう。験担ぎ、漢字で書くとこうなります。前にそれをしたとき、いい結果になった。だから次もいい結果になるように、それを何回も繰り返すという意味です。例えば、このシーンでは、マカロンを食べた生徒が天才になった。だから、天才になるためにマカロンを食べるということです。もっと簡単な例を出すと、テストの時にこのペンを使った。100点を取った。これは普通のペンです。でも、私にとってこれはラッキーアイテムです。だから100点を取るためにテストの時はいつもこのペンを使います。これが験担ぎです。そのものやアクションが本当にラッキーチャームかどうかは関係ありません。それを使ったり、そうしたりすることでラッキーになると信じること、縁起を気にする、これが験担ぎです。昔、言葉を反対から読むのが流行った時代がありました。縁起は義縁と言っていました。義縁、義縁、縁、縁、縁起を担ぐ。これが験担ぎの由来だと言われています。そうだ、インチキだ。イカサマじゃなきゃこんなん心が読めるとしか思えねえ。インチキ、イカサマ。これはどちらもギャンブルなどでズルをすること、チートのことです。
チーター、嘘をつく人、詐欺師という意味で、インチキ野郎、イカサマ野郎と言ったりします。イカサマ、これは東京で生まれた言葉です。その後、インチキという言葉ができました。そして、インチキだけは意味がどんどん大きくなって本物ではないという意味でも使えるようになりました。例えば、インチキ臭い。これは嘘っぽい、偽物のようだという意味です。恐竜がいたというビデオを見て、インチキ臭いな、フェイクだ。こんな風に使うことができます。半分こするか？半分こ。半分に分けること。二つにしてシェアすることです。この子は接尾辞といって言葉の後ろにつける言葉です。接尾辞にはいろいろな種類があります。子は少し子供っぽい言い方。優しくてかわいい表現をしたいときに使います。名詞、動詞、オノマトペなどいろいろな言葉と一緒に使えます。例えば、競争します、かけます、かけっこ、いつもしています、慣れています、慣れっこ、潰れています、ぺちゃんこ、小さくてかわいいもの、ちびっこ。このように使います。これはかわいい表現ですが、大人も男性も使うことができます。アーニャの学園生活、お先真っ暗。この先は人生、これからの生活という意味です。希望がない、明るいこと、ハッピーがないということです。気をつけたいのは、先にはいろいろな使い方があるということです。お先に失礼します。お先にどうぞ。これは順番の先。あなたが帰るよりも前に。私が使うよりも、私が行くよりも前に何かをします。してもいいですよ、ということです。先ほどいただきました。先の説明だと、これは時間の先。ポイントは今に一番近い昔ということです。この場合、先はちょっと丁寧なニュアンスになります。そしてもう一つはポジションの先。列の先頭に並んでいます。鉛筆の先端が怖い。こんな風に何かの一番前とか一番端という意味でも使うことができます。いろいろな使い方があるので注意が必要です。あーにゃ、ちょっとふて寝してくる。ふて寝。ふてくされて寝ることです。思い通りにならない。不満がある。もう嫌だと思って寝ること。このふてくされてはふてくされるという動詞です。他の人のことや迷惑を考えない、自分勝手なというニュアンスがあります。これはちょっと難しい動詞で、怒るともすねるともちょっと違います。
この3つをマスターできると日本語上級者ですね。違いをしっかりチェックしておきましょう。エクストラミッション。覚えておきたい動詞の活用。トランプをします。カードを引きます。引く。カードを引きました。引いた。カードを引かれます。カードを引かれる。受け身形です。サブジェクトは私です。でも、アクションするのは私ではありません。アクティブなのは他の人です。これは私にとってネガティブなことがあるときによく使います。ジョーカーじゃないカードを引かれました。カードを引かせます。引かせる。刺激形です。アクティブなのは私ではありません。他の人です。私の言葉やムーブで他の人のアクションをコントロールします。私は彼女にジョーカーを引かせた。引かされます。引かされる。刺激受け身です。アクティブなのは私です。誰かの言葉やアクションが私をコントロールします。私はします。その結果、私にネガティブなことが起こります。これが刺激受け身です。カードを引きなさい。引け。命令形です。これは誰かにそのアクションをしなさいと強く言うだけではなくて、こうなってほしい、お願いと強く心で思うとき、ジョーカーを引いてほしい、お願い、引けのように使うことができます。アクティブなのは私ではなく他の人です。いかがでしたか？今週はかなりユニークな言葉がたくさんありました。他にも、もし勉強したい表現や質問があれば、いつでもコメント欄からリクエストしてくださいね。そして、ニュースがあります。今月からメンバーシップを始めました。早速入ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからも一生懸命活動していくので、ぜひ私の活動を応援してください。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。